ご視聴ありがとうございます。今回は、雨の影響で速度規制が行われている京急で、快特列車に乗車します。速度規制区間は最初の1区間だけですが、それ以外では、快特本来のスピード感ある走りが見られるのでしょうか。トンネルが連続する区間から、塚レンジとの並走、そして泉岳寺到着まで、最後まで見ていただけると嬉しいです。冒頭はこちら、起点の泉岳寺駅から 40.9 キロ離れた金沢八景駅です。この日の京急では連続雨量が規制値を超えたため、一部区間で速度規制が行われました。快特やエアポート急行の一部区間運休をはじめ、一部仙台での折り返し運転も見られました。今回乗るのが、都営浅草線直通の快特青戸行きです。時刻は16時半。車内は空席も目立っており、運転台の真後ろも空いています。到着して間もなく、発車ブザーが響きます。ダイヤ乱れというと、各駅で時間調整を行うことも多いですが、そこは京急、そうでもないのでしょうか。ここから、浅草線と接続する泉岳寺まで、運転の様子を眺めていきます。次の金沢文庫までが速度規制区間となっています。この区間では通常はフルスピードで駆け抜けるのですが、この日は時速40キロ程度で走ります。金沢文庫に到着です。エアポート急行が運休となっている影響で、通常よりも本数が少なくなっています。その一方、奥からは足止めされていた下り列車が低速で進入してきます。対向列車が詰まり気味となっており、ダイヤの乱れを感じさせます。そして到着後すぐ、乗務員室が空になってしまいました。この駅で、およそ5分停車します。速度規制区間が終わっても、前途多難な予感です。時間調整が終わり、発車時刻を迎えます。先頭のガラスに雨粒がつくものの、雨はそれほど強くないようです。時速40キロを超えても加速し続けるので、安心感がありますね。ここで、この列車の今後の停車駅と路線の様子をご説明します。私たちが乗った金沢八景から浅草線と接続する泉岳寺まで7駅に停車し、通常はおよそ40分かけて走ります。京急といえば、横浜から品川までの爆速ぶりがよく取り上げられますが、途中の横浜までは山間部を走り、速度制限が続きます。この列車も一旦時速80キロで加速を止めています。ところが、速度制限がない区間では、ギリギリまで加速します。時速90キロになってもまだ加速し、時速100キロでノッチオフし、蛇行に移りました。最初の通過駅、能見台を通過です。JR 根岸線の高架をくぐり、時速100キロで杉田駅を通過です。そこからフル加速が始まり、思わずよろめきます。駅の手前で速度が下がりますが、進行現時を確認すると、すかさずフル加速に入ります。次の停車駅、上大岡が近づきます。雨の下り勾配ですが、ギリギリまで時速100キロで突撃します。駅の手前で停止信号を食らうこともなく、快調な走りに見えますが、ここで対比線の列車を見てみましょう。品川行きの普通車自体は珍しくありませんが、普段の快特は上大岡では普通車とは接続せず、この先の南太田で追い越すダイヤが組まれています。エアポート急行が運休となっているため、利便性確保のために接続を変えているようです。ちなみに京急では、タスクなどの装置は導入されておらず、ホームドアとの位置合わせは運転士が手動で行います。鮮やかなブレーキングで、上大岡に到着です。上大岡では特に時間調整はなく、すぐに発車します。山間部を駆け抜けます。トンネルがない場所でも切り立った崖がすぐ横まで迫っており、起伏の激しい地形がよくわかります。ただし、カーブを抜けて速度制限が緩和されると、すかさずフル加速です。悲鳴のようなモーター音、これこそが京急です。下り勾配を降りて、線路の勾配が緩やかになります。普段は普通車を追い抜く駅、南太田を通過です。山の間を縫って走る区間はこの辺りまでですが、線形が大幅に良くなるわけではなく、ここから先は住宅地の中を走り、急カーブや勾配はまだ続きます。進行現時が続きますが、
五輪機場もあるカーブだけに速度が下がります。エアポート急行の停車駅、日の出町を通過です。このように、ホーム全体が曲線上に位置する駅もあります。この駅ではホームドアの整備が進められ、この動画を公開した時点ですでに共用されています。この辺りではトンネルの間も掘り割りになっていて、周囲は住宅地が広がります。かと思うと、次のトンネルを抜けるとすぐに高架線に切り替わり、車窓は短時間で変わります。横浜の一つ手前、戸部駅を通過です。線路のすぐ脇までマンションが迫っており、カーブのせいで速度こそ出せませんが、路地裏の超特急の異名を取る区間が近づいています。ここから横浜駅までが、ある意味一番カーブや勾配の多い区間であり、早速時速40キロの制限が待っています。速度制限は一旦解除されますが、この先で再び制限を受けるため、加速せずに走ります。ここは、1944年に廃止となった旧平沼駅のホーム跡です。廃止から80年近く経過するものの、ホームや階段の跡が残されています。旧平沼駅の動画はすでに公開していますので、概要欄から見てくださいね。下り坂の先で京浜東北線の高架をくぐります。先ほど見えたのは、乗り入れている横浜線の車両です。ジェットコースターのような線形を描きながら、横浜駅に近づきます。前方の減速ゲンジは進行ゲンジになり、先行列車に詰まることもなく、順調な走りです。横浜駅に到着です。上野東京ラインや横須賀線の列車が見えます。この2つの路線は特にダイヤ乱れもなく、平常通りの運転です。そういえば、前方の注意信号が気になりますね。ただし、停車中に信号は減速に、そして進行に切り替わりました。横浜駅を発車です。ここから最高時速120キロの区間が始まります。発車合図を待つ間に、一番奥の線路からスカレンジが先に発車しましたが、加速度はこちらが上、負けるはずはありません。快特の本気を見せていただきましょう。圧倒的な加速を生かし、早速追い抜きにかかります。ちなみにあのスカレンジは、最初に製造された F01 編成です。ただ、あともう一息のところで様子がおかしいです。この音、そう、先行の普通車に詰まってしまいました。横浜の手前でもやや接近していた普通車、退避駅である2駅先の神奈川新町まで逃げ切ることはできなかったようです。目の前をスカレンジが颯爽と走り去っていきます。京急東神奈川の手前で注意ゲンジに引っかかります。そしてその先には赤信号が。赤信号で停止するかもしれないのはやはりもどかしいですね。前の信号が警戒に変わりました。そしてついに進行ゲンジになりました。フルノッチを投入し、下り勾配を利用して一気にスピードアップします。相変わらずよろめくこの加速、京急の本領が始まります。ところが、時速80キロで再び加速をやめてしまいます。対比線の普通車がすでに発車しているため、しばらく並走します。本当なら、ここでひたすら加速して普通車を突き放したいところですが、なかなか簡単にはいかないようです。このまま時速120キロは出さないのでしょうか。まもなく次の小安を通過です。ホームに差し掛かったその時、ロッチが入ります。そのままフルノッチへ一気に進みます。この速度からでも後ろによろめくこの加速、今度こそついに京急の本領発揮です。時速100キロを超えました。まだまだ加速します。この辺りで JR の列車と並走しないのが動画的に残念ですが、その間に時速120キロに到達です。時速100キロからわずか13秒、圧倒的加速です。そして、通称時速120キロの迫力を最も堪能できる駅、京急新小安を通過です。
ノッチオフしている間に速度が下がると、すかさずフルノッチで取り返します。手元に見える緑色の快特プレートに恥じない走りです。速度が速くなったためか、雨の勢いが強まってきました。先頭の窓ガラスにつく雨粒の量も増え、視界が悪くなります。それでも普通車に足止めされることなく走り続け、京急鶴見を通過、普通車を追い抜きます。次の停車駅、京急川崎を出た後も、ひたすら進行減持が続きます。ただ、ここでも JR の列車と並走しないのが、動画的にはちょっと残念ですね。平和島で普通車を追い抜きます。曲線上の駅、高速で通過できるようにカントが多めに取られているため、前面展望もインパクトがありますね。十分速いですが、このカーブは最高速度では走れません。駅周辺に速度制限がありますが、それを抜けると、フルノッチで加速します。この辺りの天候自体はそこまで悪くないため、速度を出せる場所では最高速度で走ります。この先の区間も線形以外による速度制限を受けることはなく、最高速度で走り抜けます。そして北品川を通過し、品川に到着です。前方に見える停止信号が気になりますが、じりじりと距離を詰めた後、この停止信号も注意信号に変わり、駅の手前で止まることはありません。とても見づらいですが、発車案内表示器の時刻では17時12分発となっています。そして現在時刻も17時12分。ほぼ定時での到着です。品川で種別が変わり、普通列車として最後の1区間を走ります。お気づきの方も多いと思いますが、金沢文庫での時間調整は、先行列車が詰まっていたことによるものではなく、発車時刻の案内もない状態から、浅草線直通列車の筋を合わせ、他社の路線にダイヤ乱れを波及させない目的があったのです。そして忘れてはいけないのが、それを支える運転士の姿です。そのハンドルさばきは、ホームドアのある駅や、雨の中でも、変わることはありません。開口部の広いホームドアと高性能な車両も忘れてはいけませんが、それらに運転士の高い技能が合わさり、京急のハイレベルな運行は成り立っています。京急最後の駅、泉岳寺に到着です。泉岳寺にも1分遅れ、ほぼ定時での到着です。乗務員を交代し、浅草線に乗り入れます。ご視聴ありがとうございました。